こんにちは、はるです。こんにちは、ともです。今日は夢にまで見た平らな胸を手に入れた今、胸オペについて15の質問形式で話そうと思います。概要欄にそれぞれのタイムスタンプを貼っておくので、好きなところだけ見てもらっても大丈夫です。質問1、今の胸何点90点。80点。はるさんほぼ満点じゃん。マイナス10点は何？俺からしたら十分満足なんだけど、ただちょっと乳首が小さすぎるんだよね。あとは感度がないの。トモは80点、まあまあいいじゃん。マイナス20点は何？僕も手術した時はなくなったってだけで100点だったんだけどね。今は中痛痕が残ってて見た目がちょっと不自然なのと、鍋シャツのせいで位置が下目でマイナス20点かな。質問2、何歳の時26歳。20年前か。人が一人成人してるわ。33歳。僕も10年前くらいか。質問3、オペ前にホルモン注射してた？中断してた。僕は注射し始めて半年くらいだった。俺はホル中は家族に怪しまれてたから2年くらいしてなかったんだけど、でももう胸はとにかくいらないし未練もないし、胸オペにはホル中も診断書も特に関係ないっていう情報があったから、主治医と相談して先に取ることにしたんだ。僕は33歳の4月から注射し始めて7月にオペしました。とにかく早く胸は取りたかったよね。質問4、どこでした？俺は国内の某美容整形外科。僕は南雲クリニックっていうところです。オペする病院の決め手は何だった？多分カウンセリングしてたところの紹介だったかな。近かったし。そっか。俺はね FTM の文通仲間に教えてもらったんだ。質問5、どんな術式だった？横一文字式。僕は両側入線切除式。正式な術式名はわからないんだけど、流輪の真ん中から横に切って縫い合わせたっぽいんだよね。横に切った跡が今でもかすかに見える。オペ後を見た時に乳輪も乳首も小さかったから修正オペとかは必要なかった。僕は乳輪の円に沿って上と下を切って、そこから乳腺を切除したみたい。その半年くらい後に乳輪と乳首の縮小手術をしてもらった。それは真ん中を横一文字に切って真ん中を取って上下を縫い合わせる方法だったよ。質問6、いくらだった？ 40万円弱くらいかな。僕は確か50万円くらい。1回修正手術してもらったけどそれも込みだったよ。質問7、スケジュールは？オペ当日病院に入って手術して一晩入院、翌日退院で抜歯と定期検診で数回通院した。僕もほとんど同じで、手術前に1回診察して先生に術式の説明をしてもらって日程を決めたよ。前の日に食事制限があって、で当日病院に入って手術、それから一晩入院して異常なかったので帰宅、1週間後に外通院して、で2週間後に抜歯って感じ。1週間くらい胸にサポーター巻いてたよ。質問8、付き添ってもらった？俺は病院が遠かったから何かあったら困るから友達に付き合ってもらったんだ。僕は付き添いなし。ただ万が一が起こった時に付き合ってもらった友達は関係ないとは言っても責任感じてしまうだろうし、俺の家族から責められてしまう可能性もあったから、そう考えて遺書も用意しておいた。そっか。どんなオペでもリスクはあるもんね。オペ直前に待合室のテレビで笑っていいともやっててさもし死んだらこれが最後に見たテレビになるんだなって思ったの覚えてる。友は一人だったんだね。いやーきつかったんじゃない？いやーきつかったね。もう荷物持って駅まで5分歩くのも辛くって、荷物は最小限にすればよかったね。それから最初からタクシーで帰るようにしとけばよかったと思った。もう立ってるだけでもきついし、とにかく痛かった。やっぱり直後は痛くて腕動かせないし、荷物持ってもらったり支えてもらったり誰か補助してくれる人がいるなら絶対いた方がいいよね。一人暮らしなら帰宅後の準備もしておいた方がいいよね。質問9、帰宅後の準備した？特にしなかった。
めっちゃした。俺は一旦友達の家で過ごさせてもらったってのと、家族と同居だったからしなかったんだけど、友は何を準備したの？僕は一人暮らしで、会社を夏休みで7日間休んだから、7日分のご飯と飲み物、レトルトカレーとかお菓子とかあとレンタルビデオ。もうずっと一人で寝てたよ。質問10、ベストな季節は？春じゃない？春かな。俺は実際に5月にやったんだけど、オペゴってしばらく患部にサポーター巻いてなきゃいけないんだよね。夏にオペすると蒸れて暑いだろうし、5月より前の時期だと俺花粉症だからくしゃみが怖くて、5月でよかったかなと思う。その年の夏に早速上半身裸でいられる喜びをかみしめたね。一人でいる時だけどね。僕は夏だったけど、でも冬よりはいいかな。冬はたくさん服を着たり脱いだりしなきゃいけないもんね。確かに脱ぎは辛いね。腕上げてかぶって着るのも痛いしさ。前開きで袖もゆったりした服を準備だね。袖通すのも結構大変だったから、長袖だともっときついかもね。質問11、家族には言った？言ってない。言ってない。命に関わることだから心配かけたくなくて言わなかった。せっかく胸張れるようになったけど、結局家の中では手術したことがバレないように、今までのように猫背でいるしかなかったけどね。僕も家族にも誰にも言えなかった。心配かけたくなかったし、でも誰もオペのこと知らなかったからちょっと怖かったけどね。術後順調でよかったよ。確かに一人だと心細いだろうね。でもそんな中でも胸がなくなったっていう嬉しさがあったよね。質問12、職場復帰どれくらい？連休と休みを合わせて全部で1週間くらい。僕も夏休みと有給で1週間かな。当時車通勤だったんだけど運転はできたよ。ただドアの開閉がきつかったね。力入れると響くんだよね。僕も基本内勤だから座ってパソコンで仕事する分には問題なかったよ。職種によってはきついだろうね。あとカバン持って歩くのが辛かった。通勤の満員電車も人が当たると痛くてさ。質問13、いつまで痛かった？オペの痛み自体はだいたい3ヶ月くらいかな。ただ今はもう痛いってわけではないんだけど、なんかぶつかってきたら絶対ここはかばうぞって感じ20年も経つけどそういうのがまだあるね。僕も 2,3 ヶ月ぐらいは重い荷物持つと痛かった。半年くらいで良くなったって感じ。でも今もずっとピリピリしたしびれみたいな違和感がちょっとあるから、僕もなんかぶつかってきたら全力でかばうと思う。またしびれてるの？でも確かに俺も10年くらいは違和感あったかも。俺もあと10年か。質問14、感度はありますか？ほぼない。普通にある。俺は、修正する必要はなくてよかったんだけど、感度は全然ないんだよね。若干触られてる感があるだけ。そこは残念だな。それは非常に残念だね最後の質問です。質問15、ガイドラインに沿ってやった？しなかった。僕はガイドラインに沿って性別変更判定会議っていうので注射と胸オペをするのに適合という通知をつけてやったよ。さて15の質問が終わりましたけど、その他アドバイスなどありますか？俺知らなかったんだけど、医療保険って治療始めちゃうと入れなかったり入る条件が厳しくなるんだね。今は GID の人用にも保険の相談窓口あるみたいだから、治療を始める前にまずはいろいろ調べて相談してみるといいね。オペ自体も今は多分術式とか病院もいろいろあるみたいだから、今すぐできる段階にないとしても先に医者と相談しておくのもいいかもしれないよね。鍋シャツ着てる期間が長いと位置が下がったり皮膚にたるみが残ったりすることもあるしね。あと可能であるなら、できるだけ若いうちがいいってことかな。俺は内摘を30代前半でしたんだけど、20代の胸オペの時と回復力が全然違ったもんね。あとやっぱり後悔しないようにしっかり考えることだよね。オペ自体リスクもあるし、1回オペしたらもう戻れない。それに見た目や機能が思った通りになるとも限らないしね。どのオペもそうだけど、
どんな結果になったとしても元の体のままよりはいいって思える覚悟があるかどうか。まあ仕上がりは他の人から見たらそんなに良くはないかもしれないけど、オペしてよかったって僕は思ってるけど。俺も。今日はここまでにします。質問などあればコメント欄にください。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。